RC トーゴ。こんにちは、どうするです。こんにちは。松野明美と増田明美の違いがよくわかりません。松井坂です。はい。はい。素晴らしいですね。僕もね、ちょっとね、はい、ちょっとね、世の中に対して思うことがあって、ちょっとぶちまけていいですかね。どうぞ。例えば、はい、ラジコンの部品とかで、ネジとか売ってるじゃないですか。で、ネジが400円とかね、いっぱい入ったやつがね。で、高えと。ちょっと高えよそのネジみたいなことを、まあ、言われる時は結構あるんですけども、はい、まあでもその人はね結構キャバクラとかが好きでね、はい、キャバクラ行って女の子からドリンク私もいただいていいですかって大体の1000円とかちょっとじゃないですか。もう速攻ですもんね。いいよって。ポッキー1本いくらするんですかね。ポッキーネジよりポッキーのがはるかに高いと思うんですけど。チャーム、あれチャームで最初からついてるところもあるんじゃないのかな。さすが今カメラマンプロなんです。はい、ラジコンにね対してもねちょっと優しくなってくれないかなっていう、ね、はい、なんかあってそういうネタをね今言わせていただいたというところですよね。まあ飲み屋なんでね、まあ可愛い女の子もいてっていうね、それはそれでいいんじゃないですかね。うちもちょっとね可愛いラジコン女子とかね何人か揃えたらね、まあ席料だけで1人5000円ぐらい取ってやろうかなと思ってね、まあそれ冗談ですけどね。はい、でねじゃあ本題行くんですけども、今日ねまた伊坂さん素晴らしいもの作ってきたということなんで、はい、キャバクラの大先生はエスコートでベースは GRK なんですけども、はい、そのベース車両とかは特に関係なくて、今回ですね改良してきたところが、ステアリング関係で、まあ、この円がですね、これがサーボホーンの動きだと思ってください。こちらね、はい、例えば90度ですね、このニュートラルの状態から15度ぐらい回った状態と、ここからさらに15度回った状態、ここ見てもらうと分かるんですが、この移動距離が違いますよね。違いますね。移動距離が違うっていうことは、サーボのこの終速度っていうのは一定なので、移動速度が違うということは、これにつながっているリンクの動きの速度が変わってくる。変わってきますよね。グラフで見てもらうとこの90度ですね、90度の時が最大で、だんだんスピードが遅くなって、完全にまっすぐこのこの図は、これが90度度数で、これがスピード、これがスピードですね。スピードですね。スピードが落ちてくるって。ここからずっと回っていくと、スピードがだんだん落ちて、まあこの直角の90度のところでゼロになっているという話で、それどういう状態かと言いますと、まあこれ例えばこの切り始めの時っていうのは、まあ90度からスタートするので、スピードが速いんですが、さらにこう奥深く切れてきたときは、スピードはどうしても遅くなっちゃうね。ということで、それに対してラック&ピニオンですね。これはピニオンギアが回ってその回転に対して1ビッチずつこうスライドしますので、どこまで行ってもスピードは変わらないということはですね、これラジコンに置き換えると、そのステアリングホイールですね、プロポのステアリングホイールを回した分だけラック&ピニオンだったら同じ常に最後まで同じスピードで回っていくということで、常にこのリニアな感覚で操作ができると。なるほど。でこれ例えばミドルクラス以上のプロポだと、この辺が調整できるんですね。ファイエンドのレーシングカーとかグリップの12分の1とかは、切り始めをちょっと遅くして、奥の方を早めにしてこう、調整したりするんですが、ドリフトってジャイロ返すじゃないですか。そうですね。ジャイロ返すと、こう調整しても多分ジャイロがだいぶ補正しちゃうもんね。で、その切り始めとやっぱ最後のドンと、完全にフルにカウンターがあった状態で速度変わってくるんで、そこにこう微妙に違和感みたいなのを感じてくるのかなと。そこで皆さんいろいろ調整してますもんね。これをこれで一気に解決できるのかちょっと分かんないですけども、素晴らしい。構造的にはすごいシンプルです。で、二次的な作用としてですね、これ今ですね、このスライドラックが上から乗ってる感じなんですけど、スライドラックなんで多少遊びがあるんですが、その遊びが今ほぼゼロの状態、バックラッシュゼロの状態で、今この重みがかかってるんで、その重みでバックラッシュゼロの状態。なるほどなるほど。全くガサリないです。じゃあその
まあガタなしっていうことなんですけど、結構渋くなったりとかしないんですか？それは多少はこれ上下に動くんで、まあ上下に動かないとスライドラックってスライドしないんで、その分のガタは、このスライドラックの重みでこのギアに押し付けられる形になってるんで。なるほどなるほど。と見てもらうとですね、はい。まあここに注目してもらうと、ここに注目ですね。ラック&ピニオン、ここはラックギア、この直線的なギアがラックギアで、ピニオンと言いつつ、まあほぼスパーギアがついてるんですけども、はい、これで回すとこのように動きます。はい。説明した通り、この回転と同じだけ、ハンドルが切れると、常に同じスピードでハンドル切れます。はい。はい。な感じですね。はい、そんな感じですね。そうですね。今回ちょっと難しい内容だったんですけども、ちょっと何言ってるかちょっとわかんないっていう人はこう何回か見返してもらって、そうですね。バカな人はちょっとちゃんと勉強してからまた見返してくださいって。わかんない人はよくわかる人に聞いてもらって、そうですね。まず漢字が読めない人はね、漢字ドリルやったりとかねしてもらって、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。